テインバープロテイングラノーラをせーの。あ、
った。よかったあんだけ完成度高かったらはず。それだ。これ見つけとくのがいいかもね。軽く。で、これも。ここに入れてあげると。で、ここにわーっと。
やっべえ。3位のサラダ。入れやすいわ。火の色が変わってきたところで玉ねぎケチャップほんのちょっとだけな。そしたわけなんですが、ここに巻いちゃう。並んでる。オッケー。Normal, regular, rare. 今週も無事1週間1万円で生活をしてきました。来週の今頃はフィンランドにいます。ということでね、今週が旅前最後の5連休かつ今日と明日が最後の連休となってます。その中でね、やりたいと思っていたことをやりきれた一日になりました。編集は自分が決めていたところまでできたし、リュックにね、試しに荷物入れてみて重さまで計測することできたし、フィンランドのサウナをね、予約することもできた。極めつけには夜恒例のね、アニメ鑑賞会もできたので、旅が近づいてきている高揚感とともに自分がやりたいと思っていたことができたという達成感、嬉しさが相まって今年一今幸せです、ね、そんな幸せ人間なんですけれども、今回はなんで30歳にもなって人生初めて海外に行こうと思ったのかという話をねしようかなと思います。一応ね、そう思ったことにもある出来事があってこうかなっていうことになったんですね。そのある出来事っていうのが去年の夏、いきなり週末にどっか行きたいなと思って静岡行くかみたいな感じでそんな軽いノリで静岡敷地のサウナに入ってきたんですよね。敷地のサウナといえばサウナが好きな方ならほとんどの方が知っていると言ってもいいほど日本のサウナの聖地みたいなところでして、そこに行ってきたんですよね。去年の夏40度暑い時でした。もう今でも思い出せるね。最高やったな。その敷地のサウナに入って満足感あったんですよ。すごくね幸せやなって感じてて、でもね帰る時新幹線で新横浜向かってる時に日本のサウナのその象徴的な場所、日本のサウナといえば敷地やみたいなね、そういう象徴的な場所に行ったのであれば、じゃあ本場のサウナってどないなんっていう思いがふとよぎって、仮の新幹線の中でフィンランドについて調べていましたね。そっからは行動も早くお金を貯めて年内に飛行機のチケットを買ってね、
年明けて宿を取ってね、で、今に至ります。去年7月に、敷地に、ほぼ1年前ですよ。ほぼ1年前に敷地のサウナ入りに行ったのがきっかけで、海外でね、旅をすることになったと。英語も全くできへんのに、海外に行きます。そんなね、ポンコツ人間が海外で奮闘する様子は、来週ね、Vlog でお届けできると思います。フィンランド Vlog、イギリス Vlog、楽しみだーっていう方は、ぜひ、チャンネル登録していただいてね、次週の Vlog をお待ちいただければと思います。今週もご視聴いただきありがとうございました。